い、ではウルトラマンのファンの皆さん、お待たせいたしました。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。俳優で初代ウルトラマンを演じた男、古谷敏さんです。皆さんこんにちは。古谷敏です。本名は古谷聡と申します。楽しい思い出作りをしていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、古谷敏さんですよ。もうこれはね、ご紹介最初しましたけれども、初代ウルトラマンを演じた男ということで、なんていうんでしょうね、ウルトラマンの元を作ったと言っても過言ではない方ですよね。まあ僕らにとっては大変な、そうですね、もうウルトラマンそのものですから、緊張します。そしてこの初代ウルトラマンから55周年ということですけれども、本当にその歴史の積み重ねを感じますよね。リンさんも今年は本当に、コロナということもあって当初のなかなか予定が叶わなかったものもあるとは思うんですけれど、でもたくさんメディアにもご登場いただいて、本当にね、あちこちで、古谷敏さんのお姿やお言葉をね、今年は見る機会多いんですけれども、いかがですか？そうですね、予定してた企画が全て、ボツになって、飯島監督といつも話すんですけれども、残念な55周年になってしまいましたね。そして一番残念なのは、全国の子どもたちのところに行ってウルトラマンの大事な話ができなかった、それが一番残念ですね。なるほど。全国というか全世界ですよね。そうですね。アメリカや、海外にもたくさんお出かけになれる予定あったんですよね。今年は5回ぐらいですか、2月からずっとあったんですけれども、全て向こうの方から、キャンセルっていう答えが来ました。非常に残念ですけれども、来年またあるからいいかな、そんな感じですね。そうですね。今回はちょっとね、コロナ禍ということで、今までに類を見ない、世界的なね、パンデミックが起こってしまいましたので、もうこれは仕方がないというところなんですけれども、ただそれだけに楽しみにしている子どもたちの気持ちっていうのは逆に膨れ上がってるんじゃないでしょうかね。ですね。子どもたちの会った時の目が、日本の子どもたちも、そしてアメリカの子どもたち、中南米の子どもたち、みんな輝いている素晴らしい目をしてましたね。古谷敏さんというと非常に背も高くていらっしゃって、スマートな体型をされていらっしゃいますよね。でその体型を見込まれて初代ウルトラマンになってくれと、初代ウルトラマンになってほしいと熱望されて、ウルトラマンのスーツアクターをされるということになったと、聞いておりますけれども。それはもうその通りですね。当時、山手線に乗ると僕が立って、全車両を見渡せたんですけれども、それだけ、私も男性軍ちょっと背が低かったかなっていう印象でしたね。でも今山手線に乗って見渡すと背の高い若い人たちがいっぱいいて、時代の流れを感じますね。そうですか。実は打ち合わせの時にお店に入った時にですね、古谷敏さんだってもう一目で分かりました。そのシルエットっていうんですかね、もうシルエットがウルトラマンなんですよ。で、古谷敏さんのお顔の型を石膏で取ってウルトラマンのマスクを作ったという、お話は有名なんですけれども、ですね。当時は物もない時代でしたから、
顔の形を取るのは石膏しかなかったみたいですね。で石膏っていうのは温めてどんどん温まっていくと、その化学変異を起こして熱くなるんです。熱を帯びるんですね。だから僕はびっくりして、あの時はやけどしたなっていう、そんな感覚でしたね。で今のは歯医者さんでよく使う、ゼリー状の簡単なやつがあるんですけれども、それだったらよかったかなと思ってますけど。そうですね。やっぱりその昔と今とこうちょっと技術的なね、制作をする上での技術的なものがだいぶ違っていたと思うんですけれども。そう思います。この間ウルトラマンの新しいスーツに入らせてもらったんですけれども、昔は3人4人がかりで入らないと入らなかった。でもこの間入った時は1人でスイスイ入れたっていう、ゴムの裏に滑りやすい布が貼ってあって、すごいな、こんなに変わったんだっていう、そんな気持ちでしたね。いや、私としてはすごく今緊張もしてるんですけれども、すごく感動をしてるんですね。というのはウルトラマンって初の巨大ヒーローであり、全く前例がなかったわけですよね。で、その中でウルトラマンの主査っていうものがなんて言うんでしょう、もうすごく感覚に子供心に感覚に訴えてくるんですけれども、決して攻撃的なヒーローではないんですよね。その通りですね。そしてその優しさもあり、何かその地球の子供たちを守ってくれるお兄さんみたいな雰囲気というものがとても仮面でありながら現れていたんですよ。で、それはやはりその古谷さんの、スレンダーな体型にこう重たそうな仮面をつけて、なお人間らしさというか、その長身のその大人の男性っていう感覚がものすごく見えましたし、例えばスペシウム光線とか、ああいったものもこうやっぱお話をしながらこういう、技でいこうみたいな、そういうものを作り上げていかれたんですよね。そうですね。その当時何にもわからない青年が仮面をつけてスーツの中に入るという、僕自身考えられないことをやったんですけれども、まずウルトラマンっていうのは何なのっていうハテナから始まりましてね、それで、何をすればいいの、物語としてはどういうテーマなの、どういうふうに演じればいいの、僕は俳優なんですよ。仮面に入ったら僕の顔が見えないじゃないですかっていう、そんなクエスチョンからずっと僕自身悩みましたね。そうですよね。もともとやはりこう表情とかそういったもので芝居をする俳優さんだったわけですから、その表情を奪われてしまうっていうことイコール、どうやって感情表現や役の表現をしたらいいのかっていうところは俳優として非常に悩まれたところだと思うんですよね。そしてさらにこうスーツを着て、要は体の自由を非常に奪われながら演技をしなければいけないという、その表情だけではなくてこう肉体表現に関しても非常に大変だったのではないかなと想像するのですが、まず一番僕が苦しんだのは精神的なものが一つと、それから肉体的なものが一つと、この両方の悩みが一番すごかったんですけれども、っていうのは俳優なんだから顔を出して演技するのは当たり前なんですね。で、僕の同期の人とか後輩の人とかが隊員服を着て演技をしてるわけです。
はい。それをセットの隅で見て、本来だったら向こうで僕も隊員服を着て演技をしたいよなっていう、そういうものがありました。で、特撮のセットの方に帰ってくると、俳優は僕一人しかいないんですね、はい。出演者としてね。ええ。あとは怪獣、相手が怪獣ですから。と、俳優はなぜ仮面をつけなきゃなんないのかなっていう、そういう苦しみ、妬み、そんなことが精神的に非常に心の葛藤がありました。それからあとは肉体的なものが、これは僕は俳優を目指していたのは全然違う道でした。だからアクション、それから柔道、それからボクシング、そういうものは一切僕の頭の中に入ってないんです。っていうのは、メロドラマを目指していた青年が、はい。チャンバラやったりボクシングやったり高いとこから飛び降りたりスタントマンやったりってことは僕は考えられなかった。それが突然アクションを求められるウルトラマンというものに入んなきゃならない、その苦しみが非常にありました。はい。それで、監督に聞いて、僕は何もできません、演技だけしかできません、だから高いとこから飛び降りたりアクションしたりできませんから、ダメだったら下ろしてくださいっていうふうに最初に申し上げる。はい。いや、Bちゃん、特撮はカメラで全部やるからいいよ、Bちゃん立ってるだけでいいんだよ、そういうふうに言われて、あ、じゃあいいんだと思いまして、撮影に入った途端にとんでもないアクションがいっぱいありましてそんな僕はこれは無理だなと思って、もう非常に悩みましたね。でもその苦心の演技が子供の、お子さんたちの心をすごく掴んだんですよね。これはね、原点で悩み、何もできないウルトラマンはどうやったらいいんだろう、でまず浮かんだのが円谷英二さんが、ウルトラマンは子供に夢を見させてあげるんだから、そのつもりでやりなさい、そのつもりで演技しなさい、こういうふうに最初に言われました。それと、夢を持たない青年は子供に夢なんか見させてあげられないんだよとも言われました。だからそれが巨大ヒーローのウルトラマンの原点なんです。だからウルトラマンに入ったら夢を子供たちに見てもらうんだっていう、それが僕のテーマでしたね。それは一つの役者としての新たな境地というか、そういうものにもなったのでしょうかね。そう、だんだんとそういうふうな長い39分というね作品の中から徐々にそういうのが生まれてきましたね。そうですね。そしてウルトラマンの魅力というのは一度ピンチになるんですよね。そうですね。怪獣にやられて、そしてカラータイマーが赤くなって、そこからどういうふうに立ち上がっていくのかっていうのにものすごく小さい時からドキドキしながら見ていたんですけれども、そこでこうウルトラマンっていうのは決して怖い宇宙人じゃないんですよね。ヒーローではないんですよね。とすごく受け止める力があって、でもそのみんなのために力を振り絞るっていうその姿によってどれだけ子供たちが頑張ってウルトラマンって言ってこうテレビの前で握り拳をしたかというところなんですよね。で私の、ちょっと私事になりますけれども、私の甥っ子ちゃんがですね、平成のウルトラマンのちょっとデコラティブなデザインよりも
ウルトラマンが大好きだったんですよ。でいろんなウルトラマンのおもちゃがあるんですけれども、これが一番いいって言ってこの初代のウルトラマンを離さなかったんですね。なのでやっぱりすごく分かりやすくって、あと赤と銀っていうこのシンプルなデザイン、やっぱりそれって子供の心をつかむんですね。だと思いますね。仮面およびスーツをウルトラマンをデザインした成田徹さんっていう方の偉大さなんですけれども、やっぱり中に入ってても、スーツの中に入っててもやっぱり成田徹さんは平面じゃなくて動くとこういう形になるんだっていうことを最初から分かってた方で、ですから僕を中に入れたくてしょうがなかったわけですね。でそれに応えるために僕は何をしなきゃいけないかっていうのをまず考えると、弱いウルトラマンでいなきゃいけないってことをまず僕自身考えたわけですね。巨大なヒーローからなぜ弱さが必要なのかっていうことを子どもたちに問いかけたっていうのは、子どもっていうのは強いだけじゃダメなんですよ。そうですね。強いだけじゃ決してダメなんです。弱さの中に子どもたちが応援してくれる力があるんですね。それを演技の中に僕は計算して嫌味のないように子どもたちが素直に応援してくれる、そういうヒーロー像を徐々に作っていったんですね。それがうまく子どもたちがウルトラマン後ろにいるよ、危ないよ、前から来るよっていう、そういう子どもたちの気持ちを僕は演じたつもりなんですね。それが55年経って今もその時にリアルタイムに見てくれた子どもたちが今夢少年で僕のライブとかこのトークショーに目を子どもの時の目に入って僕のところに見に来ていただいて、これは嬉しいなっていつも思ってますね。そうですね。やっぱりウルトラマンからもらった感動っていうものがいつまでも残っていますし、それにこの55周年脈々と受け継がれているんですよね。確かに現代っぽくウルトラマンはどんどん変わっていってはいますけれども、ただそこの一番コアの部分に古谷さんが演じた初代ウルトラマンがいるからこそこれだけ続いたんじゃないでしょうかね。なんか本当にそう思います。とにかく今、リンさん、その最初のね撮影に入られた頃のお話を今振り返っていただきましたけれども、本当に初なんですよ。ですから作っているつばりやプロの方々もものすごく若い方々、当時平均年齢22、3でしょうね。みんな若いですね。ウルトラ Q の時には存在しなかった、その本当に M78 星雲からやってきた謎の宇宙人が主役、ヒーローということで、そうですね。もう1話1話撮っていくごとに我々が見ている立場としてどんどんウルトラマンが完成されていくんですよね。これは今通してみるとよくわかりますよね。どんどんそのウルトラマンの所作が決まってくるといいますか、これは本当にリンさんをはじめとしたスタッフの皆さんが本当にウルトラマンっていうものをですね、39話の中で作り上げていったんだなって思います。あとスーツを着ての結構投げ飛ばしたり投げ飛ばされたりみたいな、結構本当に大変だったんだなというところ、大人になった今だから思うことができますけれども、もう子供の時にはもうそういう宇宙人がいるんだ、そういうウルトラマンがいるんだっていう気持ちで、見ていましたから、撮影始めた当初ね、
何もしなくていいんだよって言われてて、水の中に入ったり爆薬を仕掛けられたり花火を体に打ち込まれたり、徐々にね激しいものを求めてくるんですね、スタッフの人たちは。最初の約束と違うんじゃないかって、僕はそんなことできないって言ったじゃないですか。これはね本当にねセット入った途端にねもう命がけです、もうこれはもう死に物狂いでやらないとまず怪我するし、で子供たちに嫌なところを見せたくないって気持ちもありましたから、最初のお約束とは全く違った本当に命がけの仕事でした、僕にとってね。だから何回も救急車を呼ばなきゃいけない状況になってるんですよ。でも救急車呼んじゃうと撮影が中断されて、穴を開けてしまうから、その我慢に我慢をスタッフにしてもそう、僕にしてもそうです。で普通のスタッフの車で行っても病院に入ったら何か言われるから、だから極力そういうことのないようにしてたんですね、スタッフも僕自身も。でも僕は毎回それこそジラスじゃないですけれども、中島春夫さんという先輩のぬいぐるみの中に入ったゴジラというその作品に入った先輩が相手役で円谷の方に来るんですね。こう殴られたり蹴られたり、本人はね着てるものは分厚くて何の怪我とかそういうの一切ないんです。僕は薄いゴムでできたスーツは殴られたり蹴られたりすると直体に響くんですね、と立ち回りしてると傷ついたり突き指したり打ち身したりっていう、そういうのが毎日のようにありましたね。だからよく39本何事もなくとは言いませんけれども、事件事故にならなくてやれたなっていう、これはいつも思ってますね。その努力の甲斐あって子供には本当に大人気になったわけですけれども、そしてその次回作のウルトラセブンでは天城隊員というこちらは顔出しのそれこそ隊員の服を着ての演技となりましたけれども、またそこで大きく変わりましたでしょうか。これもやっぱり一つの僕人生のターニングポイントになりました、これはやっぱりウルトラマン39本やっていろんな葛藤があって、そして子どもたちに本当に夢を見てもらったのかなっていう、そういうものもありましたし、ウルトラセブンでビーちゃん天城隊員っていう役は決まったから、これは嬉しかったですね、俳優にとってレギュラーをもらえるということは、これは誰も俳優としてはもう欲しいポジションなんです。しかもその初代ウルトラマンでものすごく人気が高まってブームになってからのまたその顔出しの役でしたから、そうですね、これはもう大変人気だったのではないでしょうかね、すごくかっこいいですよね。そうですね、この隊員の中でも何かこうちょっとインテリジェンスというか品もあり、そしてその仲間内の中でもこう一つちょっと飛び抜けたというか、そういう役でこう弾に対してもこう差しでやりられるような、天城隊員はウルトラ警備隊のナンバー2ですよね、言ってみれば、名プランナーと紹介されますけれども、副隊長的な僕らからしてみますとそのぐらいの、立場ですから。桐山隊長をサポートしていく
そういう役柄だと僕は思ってたんですね。だから桐山隊長が天城隊員をウルトラ警備隊に入れたんだ、そういう気持ちで僕はやってましたから、隊長には服従しなきゃいけないし、隊員の中でもたかが2年ぐらいの在籍ですけれども、偉そうにやってましたよねそういう意味ではね。はい、ではここでですね、古谷敏さんからのリクエスト曲をお聴きいただきたいと思います。G エコーズでウルトラセブン。英語のウルトラセブンの歌が今流れたというところで、曲受けをビンさんにお願いしたいと思います。この曲は非常に新鮮で思い出があるんですけれども、700キロを突っ走れという回で、僕が車に乗って会場をやっつけた後に口ずさむような、そういう軽快なメロディーで大好きなんですけども、ね、ただ英語弱いんでねなかなか